注意。この動画の内容は諸説あります。私の言ってることは絶対ではございません。それでも大丈夫だよという方は最後までお楽しみください。昔々、まだ天に竜が飛んでいた時代のお話。天界で獅子は玉帝の守護をしておりました。ひょんなことから一頭の獅子が天界から人間界に落ちてしまいました。獅子は錯乱し、人間界で暴れ回ります。そのことが玉帝の耳に入り、玉帝はあるお坊さんを呼びました。そのお坊さんは貧乏の葉でできたうちわを持ち、赤色の帯をしておりました。玉帝はそのお坊さんに獅子を連れ戻すよう命令します。お坊さんは天界から人間界に降り、獅子を探しました。獅子はすぐに見つかり、お坊さんは自分の帯をほどきます。彼の帯は法力を持っており、帯が獅子の角に結びつくと、獅子は動けなくなりました。そしてお坊さんは法力を持ったうちわの枝を一本折り、その枝で目、耳、鼻、口、そして全身に法力を注ぎ、角と帯の間に挟みました。お坊さんは獅子を手なずけ、そのまま二人は天界へと帰っていきました。皆様おはこんばんにちはでございます。皆様に娯楽と笑顔のショータイムをお届け、SHOW ショーでございます。いつも動画を見ていただきありがとうございます。ありがたいことにこのシリーズも4回目となりました。これも今見ていただいている皆様のおかげでございます。今後も中国姉妹の解説動画を投稿してまいりますので、ぜひコメント、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。本当にして。さて話を変えていきましょう。中国姉妹の解説動画シリーズとして4回目となりました。4という数字は不吉なイメージを持ちます。なぜならば、死というものは死を連想するからでございます。今回はこの方に不吉な気を払っていただきましょう。今回紹介するのはこの方、どうぞお入りください。誰この人、誰？ねえ誰なの？怖いよ！誰だお前、あっち行け！さて、このお坊さんは誰なのか、またどういう存在なのかを解説していきます。では本編へ行きましょう。さて、このお坊さんを解説するわけでございますが、存じ上げない方が多いのではないでしょうか。それもそのはず、私の知っている中国獅子舞団体でこの方が出演するのはすごく稀でございます。わかりやすく言うとレアです。SSR です。それぐらい珍しいです。日本でお坊さんの役ができる方がすごく少ないため、存在自体忘れられることがあります。海外をするんじゃない。獅子が目立つんだ。さて、お坊さんのことを解説していきましょう。このお坊さんの名前は大頭仏と言います。演舞する際は獅子のサポートがメインでございます。獅子の口から出した旗を置いたり、酒樽を持っていったり、獅子の先導などのサポートをします。では皆様、ここで問題です。大頭仏と獅子、地位が上なのはどちらでしょうか？どちらか決まりましたか？では回答へ行きましょう。正解は獅子ではなく大頭仏です。大頭仏とは仏門で未熟な獅子の監視役であり、先導役でもあります。そのため獅子よりも地位は上でございます。意外だったでしょ？大頭仏の持ち物は大頭仏の仮面とうちわでございます。このうちわは法力、わかりやすく言うと霊力みたいなものが強いと言われております。以上が大頭仏の紹介でございました。
さて、大動物に関する話ですが、諸説ございますので、ご注意のほどよろしくお願いいたします。冒頭で道教の最高神とされている玉帝様がお坊さんに獅子を連れ戻すという話をしましたが、このお坊さん、ただのお坊さんではございません。なんと、あの有名な最高様でございます。誰？最高は南宋の甲州の臨済宗の僧。実際の戒名は道斎という。戒律を守らず風教で知られ、半ば伝説的な存在として後世の小説や語り物の主人公となり、また仏教を離れて民間信仰の対象となった。最高活物、最典、最初期など様々な呼び名で知られ、現在も中華圏で人気のある人物である。ウィキ参照、閉じ。まあ分かりやすく言いますと、仏教の教えを破る僧、破壊僧でございます。その最高の化身が大動物だそうです。そのため大動物が持っているうちわは法力が強く、私の知っている中国獅子舞団体の方が言っていたことなのですが、うちわで獅子を絶対に叩いてはいけないという教えを守っているそうです。なぜならば、叩いた部分が石になって腐り落ちるからだそうです。考えや流派によってこういった話があるって面白いですよね。皆様ここまで見ていただきありがとうございました。今回の動画の内容はいかがだったでしょうか。正直言うと中国獅子舞の中ではくっそマニアックな方でございますので、資料などはすごく少なかったです。まあ口伝で伝承され続けているため仕方ないですけどね。という感じで今回の動画はここまで。今回使われた写真などの画像の URL は概要欄に貼っております。ぜひ確認のほどよろしくお願いいたします。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントのほどよろしくお願いいたします。バイバイ。